はい、皆さんこんにちは。今回はアーク溶接でいろいろなウィービング方法を試しましたので、そちらを紹介していきたいと思います。アーク溶接もティグ溶接同様、ウィービングの方法というのは様々な方法があると思いますが、その中で綺麗な見た目になったり、使えそうなウィービングがあるかなと思い、今回検証してみましたので、よければ視聴してみてください。アーク溶接では一番いいとされているウィービング方法が決まっていますので、そこまで需要はないかもしれませんが、こういう振り方をしたらこんな見た目になるんだよというのがわかると思いますので、暇つぶし程度に良ければ最後まで視聴してみてください。それと溶接ブログの方も今で30記事ぐらい多分書いていると思いますので、概要欄に URL の方を載せておきますので、良ければ購読してみてください。それとインスタグラムの方もやっていますので、そちらでは動画には載せていないような溶接の写真なども載せていますので、よければフォローをお願いします。それと最近ちょっと忙しくて動画の方投稿数少ないですが、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは実際に溶接映像に移りたいと思います。はい、まずはこのように 6mm の鉄板の黒皮を剥いでいきます。この方が見えやすいかなと思いましたので、軽く研磨して溶接をしていきたいと思います。で、使用する溶接棒は LB の47の 4mm 棒です。まずは映像のようにストリンガー法で溶接をしていきたいと思います。動きとしてはこのような感じです。今回まっすぐある程度走れるために少しだけサンダーで掘っていますので、その上を通って溶接をしていきたいと思います。で、こちらが溶接映像なんですが、このように基本のストリンガー法で溶接をまずはしていきます。アーク調の説明などはこちらの動画で紹介していますので、よくわからない方はこちらの動画などを参考にしてみてください。で、次にですが、この映像のように少し粗めにウィービングをしながら溶接をしていきたいと思います。この右左のウィービングは一番基本的なウィービングだと思いますので、知っている方もいると思いますが、よければ見てみてください。少し手が震えていますがご了承ください。このような感じでプールをしっかり見ながら、ある程度幅を揃えながら溶接をしていってます。次にですが、このように山なりに動きながらウィービングをしていきたいと思います。縦向き溶接の時などで登っていく時にこの動きは僕は結構多用するんですが、下向き溶接で使うことがなかったので、どのようなビードになるのかなと思い、今回検証してみました。先ほどのように山なりで進行していってます。LB なのでノロが逃げていくということもほとんどないので、こういうウィービングをするときなどは LB を使用すればある程度きれいに溶接することができます。必ずプールがついてきているのを確認しながら溶接をしていってください。で、次にこのようにくるくると
溶接棒を回しながらウィービングをしていきたいと思います。これはティグ溶接でもこういうウィービングをするとある程度綺麗なビードがつくので、アーク溶接でやってみるとどうなるのかなと思ってやってみました。この方法は少し回しながらつけていくので、後戻りするのが大きくプールがついてきすぎてしまい、少しウィービングがしづらかったです。ですがしっかりプールの形は見えると思いますので、こちらをしっかりと把握しながら、なるべく幅を揃わせるようにして溶接をしています。次はティグ溶接のローリングのように8の字を描きながらウィービングをしていきたいと思います。こちらはアーク溶接でやるにはかなり動きが少しやりづらかったので、たまに動きが少しおかしくなっていますがご了承ください。実際に8の字を描きながらウィービングをしていきたいと思います。このような感じで8の字を描いていてもプールはしっかりとついてきてくれますので、ある程度幅を揃わすことはできます。実際に仕事ではこんな複雑な動きでウィービングをするのは手間もかかりますし、特に意味がないですので、実際にやってみる価値はあまりないと思います。でこちらがそれぞれの動きで溶接をしてみたビード外観です。で今からスラグの方を除去して、実際にどんな鱗になっているのかを確認していけたらなと思います。スラグの剥がれやすさもそれぞれ全然違いましたので、やはり無駄な動きをしているウィービングビードはスラグがとても除去しづらかったです。この山なりビードは特にスラグが外れづらかったです。この8の字のビードは意外とスラグはすんなりと除去できました。それでは一つずつゆっくりとどんな外観になっているかを確認していきます。まずストリンガー方は安定の綺麗なビードです。これが粗めのウィービングです。で次が山なりビードです。山なりビードは仕事では絶対使えないビードだなと思いました。こちらが丸を描きながら溶接をしたウィービングビードです。こちらが8の字のウィービングビードです。8の字を描いていたけどビード外観は全然
他のウィービングビードとあまり変わらなかったです。やはり細かいウィービングは一番目が詰まっていて綺麗なビードになっています。この中では山なりビードが一番汚い見た目になっています。別の角度から見ても山なりビードだけ一番汚い見た目になってるなと思います。これで今回の検証動画は終わりなんですが、縦向き溶接ですといろいろなウィービングビードをした場合にかなり見た目が変わったりして綺麗なビードになることもありますので、また縦向き溶接でのいろいろなビード集の動画も投稿したいと思いますので、その時はよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。